茂木先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最近の取材で一番緊張しているかもしれない。今年で72歳です。生まれは埼玉県の熊谷市小宮神社という、そこの代々の社家の神社を守る家に生まれました。小宮神社の主催人はですね、石こり止めの命と申します。鏡を作られたと、三種の神器の鏡を作られた神様として知られているわけですけれども、因部一族の神様ですよね。お祭りの道具を作るそういう神様。平成のですね17年から母校の國學院大學の方で特にお祭りのこと祭祀学あるいは神職のお作法ですね、2年前まで大学の方で教員を務めさせていただいて、もう退職して2年目としたので、こういう今日のような形でお話をするっていうのはほとんどなかったんですけれども、ありがとうございます。大変嬉しく思います。はい、よろしくお願いします。神道とか神社というと歴史が長くてですね難しいように思うんですけれどもそういうもんじゃなくてですね、生きたこの毎日毎日生活する中で、必要不可欠なものとしてみんな無意識にいろいろやっていることがたくさんあるので、そういうことをですね分かりやすくお話しできればいいなと。今日はですね、今少しお話にも出てきました祭りというところ、こちらをテーマにお話を伺っていこうかなと思っております。少なくともこのお祭りというのは私たちの先祖からずっと私たちがずっと受け継いでやってきている、私たちが住んでいるこのですねこの土地というものを考えてみたいんですけども、お祭りのことを考える前にですね、日本列島は少なくとも周りが海に囲まれてですね独立しているわけですよね。大陸の影響、朝鮮半島の影響、さまざまな影響を受けながら独自の文化を作ってきたと。自然の条件というかそれは大きなところがあると思ってるんですけれども、一つはよく皆さんご存知のようにもう世界有数の最もと言ってもいいと思うんですけど有数の地震多発地帯なんですよね。同時に火山の多発、地震が発生すると同時にこのプレートとプレートの境目ですので活火山がたくさんあって火山活動もう本当に災害の多発地帯。もう一つは魚がたくさん取れる場所でもあるんですよね。恵まれている、非常に自然に恵まれているそういう場所でもあって災害も多いところと。日本列島の歴史1万年ぐらいにわたって縄文時代という縄文土器というと非常に独特な土器を作る人たちがいて稲作が伝わって弥生時代になってくる、それが今から3000年ぐらい前からと言われていて3世紀ぐらいになると大きな古墳を作る古墳文化というかその後現代につながってくるわけです。お祭りの起源で今はっきりとですね考古学上の発見だとかそういうもので分かるのは4世紀の半ば、ちょうど古墳時代にちょっと重なるんですけれども4世紀半ば頃には祭祀遺跡がたくさん出てくるわけですね。有名なのが九州の宗像神社の祭祀遺跡、沖ノ島というところに宗像大社の沖津宮があるわけですよね。神職しか行ってお祭りをするために行って人が住んでない神聖な島なんですけれども、戦後そこに灯台を作るために人が入って発掘調査を行う4世紀半ばから
9世紀約600年ぐらいにわたるお祭りの跡が出てきたわけですね。島の中央にある大きな岩の上、それから岩の影、それ岩を見渡すような場所、全て手つかずのまま出てきたわけで、大発見ですね。当時の祭りに使ったもの、神話の中に天照大神がこもってしまった時に岩戸の前にお榊を立て鏡をかけたり勾玉をかけたり、出てきたわけですね。で同じ時代に大和の飛鳥ですね、大神神社って、あそこは今でも三輪山を対象にして神様を祀ってるわけですけれども、拝むための拝殿はあって神様の御殿は今でもない、山そのものを神様としては大変古い形を残しているんですけれども、そこでも大体4世紀半ばぐらいの発掘遺物が見つかってるんです。大和と九州の同じようなですね細具が出てるんですよ。なぜあそこで行われたかというと、一番近いところですよね、朝鮮半島に200キロ、古代の文明のやってくる大動脈、ここでのお祭りをすることによって交流の安全を祈ったりですね、200キロっていう距離はストップすると入れる必要ないんですよね。必要なものはどんどん取り入れて、そうでないものは必要なものをもうシャットアウトできる独自の文化というか確立ができたといいましょうか。神話やなんかの伝承によればもっともちろん古く遡るわけですよね。お祭りというのは祭りの語源は立て祭ると、物を立て祭る、食べ物を立て祭る、いろいろ語源説あるんですけれども、私はそれが一番有力かなと。お祭りの現実のお祭りの実態にも即していると。分かりやすいですね。そうですよね。法律でもって国を統治する、律令国家っていうのが1300年前にできますよね。その中で法律の一番最初に出てくるのが神儀令という神様に関わる法律なんですよね。大法律令でしたっけ？そうです、そう、大法律令です。そうです。そうだったんですね。で役所も神儀官という役所と太政官という役所を2つできて、一方は神祭りをし、一方は一般行政を行うと。で実質的には太政官という一般行政をする役所の方がずっと大きくて、役所に勤める人たちも身分の高い人がつけ、でも名目的だけれども形式的だけれども神儀官という役所が一番最初に持ってきてでお祭りごとを決めているんですね。政府がやるべきで、その中で面白いのは2月に記念祭という、記念祭は年を祈ると書くんです、記念祭で、これはですね日本列島にあるたくさんの神社、その神様に国がお供え物をして豊作を祈るんですよね。これはもう国家財政の基盤ですので、そうですよね。で全国の平安を祈ると、それが神儀官でやるべき最高の大お祭りだったわけですね。で地方の神職はみんなその都の神儀館に行ってお供えのものをいただいて自分のところへ行ってお祭りをすると。天皇陛下がやるお祭りもあるんですよ。天皇陛下もその地方の神社のお祭りに直接何かすることはできないので、お供え物をして国全体の祈りをすると。神儀令っていうのはわずか20条という本当に簡素な本当に簡素な法令です。1年間にやるべきこのお祭りが列記されてるんですけれども、それもお祭りの名前だけ大神神社のお祭りだとかですね、竜田神社とか広瀬神社とか、大和の古社のお祭り、それから伊勢神宮のお祭りを国家祭祀にしていい、そしてさらに天皇陛下が宮中でなさっているお祭りを国家祭祀にして、今までですから自然にやってきたお祭りごとを神儀令の中ではですね国家祭祀として決めている。
宮中の一番大きなお祭りである新嘗祭というお祭り、そうですね。ここに定められていて、即位儀礼として大嘗祭というお祭りをやりなさいということもそこに定められて、明治で再編成されて、明治以降は皇室祭祀令というですね、約30ぐらいのお祭りがあります。新嘗祭を含めて。皇室祭祀令っていうのは戦後廃止になってしまって、法令はないんですけれども、天皇陛下のご意思で今も続けられていて、続けられていてというか、もう神代以来の伝統ですから、そうですね、もうニュースにはなりませんけれども、ちゃんと見えないところでですね、そういうお祭りが今も伝えられていると。天皇陛下は本当に悲しむんですよね。申し訳ないと。自分のためにお祭りごとをやってるわけではなくて、国全体の国民が平安で暮らせるように、国安かれ民安かれという祈りが中心ですので、申し訳なく思うわけですよね。伊勢の神宮のお祭りはもともと天照大神からいただいた御鏡を宮中でお祭りをするとしてきたわけですが、それが10代の崇神天皇の時に疫病が流行ってですね、国が滅びてしまうような大危機に陥るわけです。その時に無事にそのことは解決するんですけれども、疫病を退散できるんですけれども、その後で宮中でお祭りしてきた鏡をですね、宮中の外にお祭りをした。それが伊勢神宮ですよね。でその時に写しの鏡を作って宮中のお祭りも継続されたんです。だから宮中のお祭りと伊勢神宮のお祭りっていうのはもう本当に近い。ですから伊勢神宮はその意味では普通の神社とは違う、皇室がお祭りする神社、天皇がお祭りする神社なんですね。紙幣禁断といって、他の人がお供え物しちゃいけないよという禁止事項があったんですけど、つまり天皇は国全体のお祭りを祈っているわけですから、それ以外の人がそこで祈ったらおかしいですよね。でただし伊勢神宮も長い歴史があって非常に疲弊した時代があったので、庶民の人たちに伊勢神宮のご神徳を説いてお参りしてくださいと。そうするとそれぞれ御師の人たちがですね、自分の家に泊めて信者の人たちを一般庶民の人で自分の家に神楽殿を作って、神前ではないところで神楽殿で庶民の祈りもなんていうか届けられるようになって、それは神楽殿というね、祈祷施設ができて、で今は伊勢神宮の中にも神楽殿ができて、あそこでお参りができる。国のいろいろできるわけないから、実際のお祭りは天皇陛下のみですよね。そういう形が伊勢神宮のお祭り。全国の神社のお祭りっていうのは、大宝律令ができた時代よりもっと前に遡る神社たくさんあるわけですから、それぞれ地域社会の伝統に基づいてお祭りが続けられていて、でお祭りは先ほども説明したように稲に関わるお祭りですから、もうこれ毎年なんですよ。欠かさずやるんですよ。だからつながってくるんですよね。お祭りというのはさっき言ったように盾祭りに原点があるんですけれども、そういう状況を作るために神様を迎える場面があったり、あるいは神社にいらっしゃる神様をそのお祭りの期間だけ神輿に乗せて氏子地域を回るとかですね、より神様の真意を感じられるような場面いっぱい独自に発展してきたわけですね。これもう一つ家庭のお祭りです。家庭の祭りは神棚のお祭りと、もう一つは先祖祭りと2つあるわけですよね。先祖祭りは日本人の場合は大半は仏式なんですよね。神式でやってる家ももちろんあるわけですけれども、形が違うんだけれども先祖祭りなんです。盆祭りっていうのは先祖を普段は
仏壇でお祭りしてるんですけれども、盆の時だけですね、盆棚を作って棚は神棚と同じで仮設の祭祀施設なんですよね。そうですね。マコモというですね、先祖を迎える場所に敷いて、そこにこう迎えて、そしてお盆の最中には朝晩ですね、お供え物をして先祖を歓待してまた帰ってもらうと。これも非常に大事なところで、先祖祭りのつながっていくと、神代の時代からこの人の時代にこうつながってくると、根源の方に行くと神様のお祭りになってくるんで、そういう意味ではですね、宮中から各家庭まで同じお祭りの精神で生きていると言っていいんじゃないかなと思うんですね。ありがとうございます。今日言いたいのはそこですね。一番言いたいのは。ありがとうございます。今お話しいただいたように、宮中というのはもうまさに国のためというところがある。で、それが地域に行き、さらに家庭にというなると、形は変わる部分はあれど、思いは一緒というところをお伺いをしてまいりましたけれども。昨今いろいろな若者とかもちょっとずつ祭りに入っていくときに関わっていいのかなって思いになる人も結構多いっていうのを私もお話をよく聞いてまして、もしよろしければそういった地域のお祭りとかに今後関わっていくときに気をつけた方がいい点であったりとか、あるいはこういう思いで入っていったらいいんだよ、そういったところも少しアドバイスをいただきたいなと。もう関わっていただくのはもうぜひ関わっていただければいいと思うんですね、神社のお祭りに。で、神社のお祭りがやっぱり寂れていると地域社会も寂れちゃうんですよ。なるべくたくさんの人が関わってお祭りをすることによってやっぱり活性化しますので、神社のお祭りを見ますとですね、非常に神聖なつまり神職と、それから地域社会の長老たち、氏子総代の人たちが揃ってお祭りする、そういう非常に神聖な場面と、もう一つはその周辺でですね、それを支えるために例えば神輿を担いでいくとかですね、いろんな関わり方があるんですね。で、年も子供が関わる場所、青年が関わる場所、それから壮年の人が関わる場所で、長老の人がやる神事とかですね、たくさんあるんですが、基本は一緒で、汚れた人にはお祭りはできませんよと。清まった人が初めて神様に近づくことができるっていうのが基本なので、ですからみそぎだとかそういうものが非常に大事にいろんなところでされるようにですね、神社に行くと必ず手水舎がありますから、そこで手を洗い口をするで、これいいんです。これで心身を清めるって意味なので、そうすることによって慎みの心を持って神様に近づくことができる、神事に参加できることができる。一番やっぱり気をつけてもらいたいのはそこだと思うんですね。だけ心得ていればですね、決して遠慮なさることはなくてですね参加して、でお祭りを通じてこの目に見えない神様の真意にみんなが触れるんですよね。そうすると活性化されるんですよ。数年前に出した本なんですけれども「神道としきたり辞典」という本なんですけれども、今度ですね出版社が変わりまして、装いを新たにしてですね近々出版されますので、さまざまな神道のしきたりについてですね知りたい人はぜひご覧いただければと思います。しきたりというところで、今回お祭りについてのお話たくさんいただきましたけれども、神道の中にはたくさんのその思いのところは共通ではございますが、それをどういうふうに自分たちの生活の中に落としていくのかというところがあると思っておりまして、本当は今日全部聞きたいところであるんですけれども、ぜひそちらはですねお本の中に書いてあることをいろいろ見ていただいてですね、そこも知っていただければ、より日本の文化
そして日本の生活スタイルというのがどんな思いの中で今まで受け継がれてきて、それが自分たちの生活にどう結びついているのかというのが見えてくるかなと思っておりますので、ぜひこちらの本もお手に取っていただければと思います。では本日改めてお話しいただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんもお祭り地域のところでご参加をいただければと思います。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。こちらのチャンネルでは神社お寺のお話を、いろんな形でですね取材をさせていただいて届けておりますので、ぜひチャンネル登録とコメント、それから高評価よろしくお願いをいたします。それではどうもありがとうございました。失礼いたします。